はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月前半のタロットリーディングと星の補足説明をさせていただきます。お願いします。早速いきます。もしチャンネル登録まだの方はぜひポチッとチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。忍者の逆、スターの逆、ペンタクス6、ペンタクス4の逆、ワールド、バンド6、カップ9逆、気をつけることや対策は、節制とペンタクス2とオラクルはソード4、なんと、はい、ちょっと星の説明先にさせてください。まず8月4日が新月になります。で、この新月は、全体的なエネルギーで言うと、少し霧がかかったような、状況の中で何を決めていきますかとか、ちょっと幕がかかってるこの状況をどうやったらバリッと打破できますかっていうことで、ちょっと強い意志だったりとか、なんかきっかけっていうものが欲しいな、みたいな感じの時なんですね。で、それを、乙女座の皆さんは現実的には仕事があるとかやらなきゃいけないことがある。で、何をすれば自分が現状打破できるかっていうのがなんかちょっとよくわからないみたいな感じの時だと思うんですね。でもそういう時こそ自分の頭で考えるというよりは、じゃあもうこの時期に委ねますみたいな形で今目の前にあることをしっかりやっていこうとか、今ある現実の中でやることやって自分を整えようっていう感じで大丈夫です。特に何か特別なものっていうのを見つけなくても、特別な意味とか、特別に何かこれだみたいな何かその技術だったりとかものっていうものを見つけなくても、ちゃんと今のこの流れの中でそのままでいいんですよっていう感じがしました、今回。そしてもう一つ8月の5日から水星の逆行期間っていうのが始まるんですね。で、これ8月29日まであるので、ほとんど8月中は水星逆行してるっていうことになるんですけれども、乙女座の皆さんにとってはちょうど今自分自身のところに水星というエネルギーが来ているので、非常に頭が回りやすかったりとか、新しいことを思いついたり、対策を練りやすかったりっていうことで、もともと頭のいい方多いのに、さらにいろんなことを考えやすいっていう時ではあるんですね。で、それが逆行するっていうと、ちょっとなんか混乱しやすかったりとか、一回決めたことをもう一回振り出しに戻って前のことを考えてみようとか、情報も行ったり来たりしやすかったりするんですよね。交通機関が乱れるっていうのもあるんですけど、一番はおそらく乙女座の皆さんは自分の考えが行ったり来たりするんじゃないかなっていう感じがします。あとはもう一つは、いろんな、最近はもうみんな AI に支配されているというか、そういうのを使っている方も多いと思うんですけど、そういったものの不具合があるとか、何かがアップデートしにくいとか、そういう機械系のね、何か混乱っていうのももしかしたらあるかもしれませんので、そういうのも起こりやすい時っていうのを踏まえた上で余裕を持った行動、メールとか連絡は必ず余裕を持ってするとかっていうふうにしておいたらいいと思います。で、その上でなんですが、ちょっとお誕生日の前の月っていうのは少し自分を見失いやすい時とも言えるんですね。違う、社会的な活動をメインで考えると、なんか自分がやってることってどうなのかなって感じやすいんですけど、精神的な視点から見ると、非常にエゴが少なくなったりして、流れに委ねやすいっていう時でもあったりするので、そんな風に使ってほしいなと思います。社会運があるだけにね、今、頑張りたいってなると思うんですけど、自分のなんか思考で推し進めるというよりは、少しちょっと流れに乗ってみようかなっていうことで、今目の前にあることをやってみるっていうのが、星のいい流れ方、生かし方じゃないかなと思います。で、それを踏まえた上でカードで見たときに、ちゃんとその流れに乗っていけるよって言われてる感じがしたんですね。で、今はやっぱりまだまだいろいろ考えやすいというか、すごく策を練ってる、正しい答えを求めて、どこまでも掘っていくみたいな感じがありますね。これで合ってるのかなとか、それが正しいのかなっていう、その自分が納得いく答えだったり、方法だったり、それは自分だけじゃなくて他者とかこの状況に合わせたものっていうものを、どこまでも考えている。
で、考えて考えて、ちゃんと納得いく答えを出そうとしているっていう感じがあります。でも答えを見つけようとすればするほど、自分自身が何かを手放さなければ見つからないんだみたいな、そんな感覚もあり、要するに自分の欲求のままに何かを推し進めようとしても、なかなかそれがうまくいかってないわけじゃないんですけど、想像通りじゃないなっていう感じがあり、じゃあ自分がこれ一つ諦めますとか、じゃあこっちはもういいですっていうふうに手放したら、なんかすごい入ってくるみたいな感じがあります。だからまさにこれ星の流れと一致してまして、特に8月22日まではっていうふうに決めてもいいと思うんですけれどもね、8月22日からお誕生日を迎える方も出てくると思いますし、太陽が乙女座に入ってくるということで、それまでとその後っていうのは結構違いがあるので、8月22日まではじゃあ委ねようとか、ちょっと自分がご利用ししてでもやりたいこととか願いっていうのはちょっと置いといて、流れを感じてみるっていうふうにすると、いきなりもうここでワールドっていうことで、そっちの方が良かったねみたいな、自分がこだわりを捨てたら、もしくはちょっと置いといたら逆にそっちで良かったじゃないみたいな、そういう起点が効くみたいな結果になりそうなんですよね。ピンチはチャンスというか、なんかここで過去にうまくいったやり方をそのまま推し進めようとすると、ちょっと引っかかるみたいな感じがあるんですね。でもそれを、まあまあ、いっか、今回は、みたいな形でね、ちょっと抑えることによって、すごく世界が開かれるっていうふうに出ています。で、これはなんか自分の思考とか行動で勝ち得たものじゃなくて、自分が手放したからこそ与えられるものみたいな感じがあるんですね。で、その与えられるものっていうものがまたすごく実は自分が思ってたよりも全然いいみたいな、すごいラッキーっていう感じもあり、それを自覚できると思います。なんか、そっちの方が良かったな、みたいなね、そういう感じ。よくありますよね。どっかに行こうと思ったら、いっぱいで入れなくって、でも、予約したのにとか思ったら、じゃあこっちをって案内された方が良かったわ、みたいな、そういう感じ。で、その後もね、このカップの9ということで、想定外の喜びというカードが出てるんです。ただ、まだ私から見ると逆位置なので、本当に自分が理想に思っていたまんまの、そのまんまのものが来るっていうわけではないんですけども、途中でちょっと修正とか予定変更はあるんですけども、何か今ね、要するに頭でこだわってることさえちょっと置いとけば、非常に宇宙からいい流れが入ってきて、それ自分の中では想定外だったけれども、すごいそれによって自分が満たされるっていうような流れがあります。対策のところでも、何かが入ってくるって感じがするんですね、これは。自分が想定していなかったところから入ってくるっていう感じです。このペンタクスの2っていうのは、うまくバランス取ってやってるよとか、可能性がね、ちゃんと巡ってるよみたいな感じもあるんですね。で、もう一つの節制っていうカードは、本当にまさしく天職とか、これ私の理想ですみたいな、そういう意味もあったりして、自分では手が届かないと思っていたものが流れてくるとか、それを受け取れるような自分にようやくなっているみたいな、そしてそれを受け取って循環することによってまた新しい未来が見えてくる、新しい自分の才能が発揮されていくっていうのもあるので、なんかとてもいい流れなんです。ただですよ、ただ、表面的にはあんまり変わってないっていうのがあるんですね。オラクルがやっぱソードの4なので、表面的には静かですっていう感じなんです。なので、星でも今現実社会がものすごく盛り上がってるかっていうと、いや、結構静かですと。でも実は目を閉じて、現実世界じゃない部分を感じてみると、ものすごい豊かなものやチャンス、自分の気づき、新しい方向に流されていませんかみたいな感じのメッセージなので、これはなかなか楽しい、面白い、楽しいって一言では言えないんですけど、興味深い2週間を過ごせそうだなと思います、乙女座の皆さん。欲求とかエゴとか思考がこだわっているものをとだけ置いとけば、その下にすごい世界が待ってるって感じかな。決して現実的に今社会運がないわけじゃないですしね、火星とか木星とか発展していくよっていうエネルギーはまさに世界を、乙女座の皆さんの社会を照らしているので、仕事ではいろんな可能性が出てきたり、いいな、これもいいなみたいな感じになるかもしれませんが、自分自身のその思考でそれを進めていくというよりも、委ねることでうまくいくんだなって感じがありました。なので思考を縦にしようとすると、今ちょうどなんか
流れてる時なんです。その情報がいっぱいちょっとぐちゃぐちゃ流れやすい時なので、その流れに乗って自分の思考もあっち行ったりこっち行ったりしやすいですけども、そういうの全部なしにして深く目を閉じて感じてみたら、ものすごいいいところに連れてってもらったみたいな感じがありますね。ちょっとお仕事のことにさせてください。仕事で見てもね、女帝にワンドの6にマジシャンということで非常にいいやっぱり仕事のチャンスがありますね。これって仕事って言っていいのかなっていうような楽しい感じです、これは。なんとなく仕事って我慢してやったりとか、無理してでもやらなきゃいけないみたいな感覚があるとしたら、これを仕事にできるなんて嬉しいとか、仕事でこんなことを経験できるって楽しいみたいな、まるで仕事じゃないかのようなものと、仕事を通して、出会ったり、携わったりとかして、ここでもワンドの6っていうのが出ています。ここでも出てますけどね、これは本当にいいニュースを聞くよとか、いい知らせが入ってくるよとか、いい評価を受けるよっていうことで、他者からもなんか拍手されてるみたいな、ある意味その勝利のね、王冠をかぶっているっていうような、ものなので、何かご自身にとってはやったって思うような嬉しいものがあるんだと思います、お仕事で。で、それを踏まえて自分でもまた何か頑張ろうってなってる感じですね。いい、感じがしますね、仕事ってなった時に。でも、それをね、なんか自分が何かを押しのけていくんではなく、いいんですかみたいな感じで、その、例えば携わってるっていう感じがするので、ぜひゆったりとした気分で仕事に向き合ってみてください。それがポイントかなと思います。そしてちょっと人間関係見てみますね。人間関係。カップの8ですね。カップの8と、フールと、ワンドさんってことでいいですね。人間関係に対して不必要なこだわりを捨てるっていう感じがあります。あの人がどう考えてるのかなとか、どう思われたのかなとか、もうそういうもの、根こそぎいらないみたいな、そういうことはもう一切考えませんっていう感じかな。こだわらない。この8月前半はすごく満たされた感じがあります。なので表面的には変わってないように見えても、おそらく乙女座の皆さんの内側では素晴らしい世界が広がってるっていうことだと思うので、人間関係がどうとか、あの人との関係がどうとかって関係ないんだなって感じ。すごく自由になってます。自由な、満たされた感覚があります。その自由で、自分自身がね、一人で自由で満たされているからこそ、広がる世界がまたあるよっていうことで、改めてまた向き合っていこうとか、そうなってはいくんですけども、今は誰かにこうやって集中してるわけじゃないんですよね。むしろその、今までこだわっていたものとか、集中していたものとか、囚われていたものから、もうそっちから背を向けて、自分の広い世界に向かって行こうとしているっていう感じがあるので、人間関係のことをまず気にしてないっていう感じがしますので、いいです。自由な感じで。はい。そういうことを言うと、じゃあ恋愛運はどうなんですかって聞かれると思うんで、ちょっと見ときましょうかね。ワールド。ほう。すごい強いカードが出てきましたよ。3枚とも大アルカナ。しかも、何ですかこれは。ワールドに鳳凰に死神ってどうよって感じですけど。今逆位置なしでちょっと見てますけど、もしね、恋愛とかしてらっしゃる方とか、これから出会いたいなと思ってらっしゃる方っていうのは、本当にまさに、誰かが自分を幸せにしてくれるとか、この関係がないとダメなんだっていう思考から自由になって、本当に自分の世界っていうものを感じられるんだなと思うんです。で、それによってもしかしたら、今までこだわっていたもの、こっちもありなんですけど、こだわっていたものっていうものをようやくやめれたりとか、ただ私はすごく感じたのは、これなんですね。精神的つながりっていうものを強く感じるので、お互いが大事にしている世界観とか、価値とか文化とか、そういったものにとらわれずに、自分の存在、そして相手の存在っていうのを見たときに、そこに新しい世界があるんだなって感じがするんです。でももし自分が、絶対例えば結婚とはこういうものとか、相手からは絶対これをしてほしいみたいな、そういう強い思いがあったら、
なかなかその世界っていうのがブロックされてるように感じるかもしれない。自分はその世界にいないって思うかもしれないけれども、今人間関係はそういうこだわりなくす時ですよねって言われているので、そういう目じゃなく自由な目で相手を見た時に一番大事なのは何だったかなっていうことを自分の中で感じるっていう感じがしました。なのでもしですけど、例えば今まではすごく何かにこだわっていて一歩踏み出せなかったのが、そのこだわりを捨てた時に、あ、こういうつながり方でもいいんだって思えるとかね、何かが超えそうな感じがしますね。こう表面的にあるものとか社会的にあるものを超えたつながりっていうものができそうな感じがします。これいいですよね。人間関係に限らずですけどね、今仕事に対してもだし、全体を通して言われているのは、要するに何かこう表面的に見えてるものっていうのはそこはちょっと目をつむったり、ちょっと止めて、そのアンダーを見てみると、すごく可能性が広がってるっていうのが今回のメッセージでしたね。ちょっと最後にもう一枚、オラクルカードだけ引かせてください。求めたの皆さん。はい、これですね。はい、スローイットダウンということで、このカードを見て何か感じることがあれば、ぜひ皆さんもご自身の直感でメッセージを受け取ってみてください。そしてどんなメッセージを受け取ったのが良かったら、またコメントで教えていただけると嬉しいんですけれども、いいですね。物事を急いでやらなくても、そこに存在してるんだからって感じがしました、私はね。言葉はスローイットダウンということで、なんかゆっくり行きましょうみたいな感じですけど、急ぐとか急がないとかっていうよりも、そこに存在してるんだからって感じがすごいしましたね、このカードで。はい。ということで、何かしらもし参考になった方は、ぜひいいねボタンやコメントで教えてください。また次回8月の中旬ぐらいに次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。